最新脱税ランキング構造。今日は国税庁が公表しているデータをもとにある衝撃的なランキングを紐解いていきます。脱税しやすい職業には実は共通の構造があります。データを見ると税務署がどんな職業を狙っているのか、その法則が浮かび上がってきます。問題。突然ですが質問です。1件あたりの申告漏れ所得金額が最も高い職業は何だと思いますか？医師でしょうか？弁護士でしょうか？実は1位はキャバクラです。2位は風俗業、3位は不動産代理仲介、4位にはなんとシステムエンジニアが入っています。これは国税庁が毎年公表している事業所得を有する個人の申告漏れ所得金額が高額な上位10業種のデータです。全体像。ランキングを順番に見ていきましょう。1位のキャバクラは1件あたり2897万円の申告漏れです。2位の風俗業は1974万円、3位の不動産代理仲介は1774万円、4位のシステムエンジニアは1365万円、5位の機械器具部品修理は1357万円、6位の焼肉は1356万円、7位の冷暖房設備工事は1254万円、8位の人材派遣は1246万円、9位のバーは1245万円、10位のダンプ運送は1233万円です。どうでしょうか？キャバクラや風俗業が上位なのはなんとなく納得できます。でもシステムエンジニアや冷暖房設備工事が入っているのは意外ではないでしょうか？実はこのランキング、ただの悪い業種の一覧ではありません。3つの構造的な共通点が隠れています。現金。1つ目の共通点は現金商売です。キャバクラ、バー、焼肉がこのグループに当てはまります。現金で売上が発生する業種は売上の証拠が残りにくい特徴があります。クレジットカードや電子マネーと違い、現金は手元に入った瞬間に記録が消えやすいです。レジを通さず売上を手元に残す、いわゆる売上の除外が起きやすい構造です。キャバクラの申告漏れ割合は 93.7% です。調査された事業者のうち 93.7% で申告漏れが発見されています。これはほぼ全員です。税務署が調査に入ったらほとんどの場合に何かが出てくるということです。外注。2つ目の共通点は外注費の水増しです。システムエンジニア、人材派遣、冷暖房設備工事がこのグループです。これらの業種は外注先に仕事を依頼するビジネスモデルです。外注費は経費として計上できますので、実際よりも多く支払ったように見せることで所得を圧縮できてしまいます。架空の外注先への支払いや実際より高い金額の請求書を使うといった手口が発生しやすい構造です。システムエンジニアが4位というのは個人でフリーランスとして活動しているエンジニアの話です。法人間取引と違い、個人事業主は取引の透明性が低くなりやすいです。仲介。3つ目の共通点は仲介手数料の不透明さです。不動産代理仲介とダンプ運送がこのグループです。不動産の仲介手数料は取引ごとに発生しますが、複数の関係者を経由することで収入の分散や隠蔽が起きやすいです。ダンプ運送も同様に元請けと下請けの間で現金のやり取りが発生しやすい業種です。非対称性。ここで面白い点に気づきます。申告漏れ割合の数字が業種によって大きく異なります。キャバクラは 93.7%、バーは 71.7% です。一対して不動産代理仲介は 30.6%、システムエンジニアは 53.2% です。申告漏れ金額は不動産代理仲介の方が高いのに、割合はキャバクラの方がずっと高いです。これはどういうことでしょうか？現金商売は一件一件の金額は小さくても、ほぼ全ての事業者で申告漏れが起きています。不動産や外注型の業種は、件数は少ないですが一件あたりの金額が大きいです。つまり狙う場所は違っても、税務署はどちらも確実に補足しているということです。発覚。では次に、なぜ申告漏れがバレるのかを業種別に見ていきましょう。税務署の調査手法を知ると、この数字の意味がさらに深く理解できます。まずキャバクラです。キャバクラには多くのホステスが在籍しています。店側はホステスに報酬を支払う際に源泉徴収をする義務があります。この源泉徴収票が税務署に提出されます。税務署はホステスへの支払い総額と店が申告している売上を突き合わせます。人件費がこれだけかかっているのに売上がこれだけ少ないのはおかしいという矛盾がすぐに見えてしまいます。次に不動産代理仲介です。不動産の売買が成立すると法務局に登記情報が残ります。この登記情報は税務署も確認できます。売買契約が成立したにもかかわらず仲介手数料の申告がない、あるいは少ない場合、登記情報との照合で矛盾が発覚します。不動産取引は必ず公的な記録が残る仕組みになっているため隠しにくい構造です。システムエンジニアは少し違う経路でバレます。フリーランスのエンジニアに発注している法人が税務調査を受けたとします。その法人の帳簿に外注費として支払い記録が残っています。税務署はその支払い先、つまりフリーランスのエンジニア個人を芋づる式に調査します。自分は申告していなくても取引先の法人調査から発覚するケースが非常に多いです。種別。ここで一つ重要な用語を押さえておきましょう。このランキングの注釈には特別調査及び一般調査に基づく実施結果と書かれています。実は税務調査には2種類あります。一般調査は税務署員が事業者を訪問して帳簿を確認する、いわゆる通常の税務調査です。事前に連絡が来て
日程を調整して行われることが多いです。多くの事業者が経験する可能性があるのはこちらです。特別調査は規模が大きく悪質性が高いと判断された案件に対して行われます。複数の調査官が同時に関係先を調査したり、より詳細な資料の提出を求めたりします。このランキングの上位業種はこの特別調査の対象になりやすいです。重要なのは、税務署はこの2種類を使い分けながら体系的に調査を進めているという点です。感覚や勘で調査先を選んでいるのではなく、業種ごとの申告漏れのパターンとデータを蓄積した上で、優先順位をつけて動いています。構造。今日のデータから見えてくるのは、税務署は業種の構造を見ているという事実です。悪意のある人を探しているのではなく、申告漏れが起きやすい仕組みを持つ業種を体系的に調査しています。現金が動きやすい業種、外注費が膨らみやすい業種、仲介が複雑な業種、これらは構造的に申告漏れが発生しやすいです。結論、自分の業種がこのランキングに入っていなくても、似た構造を持つ事業をしている場合は注意が必要です。税務署が見ているのは業種名ではなく、お金の流れのパターンです。今日のデータは全て国税庁が公表しているものです。公開情報の中にこれだけ深い示唆が含まれています。税の世界は知れば知るほど、社会の仕組みが見えてきます。また次の動画でお会いしましょう。